皆さんこんにちは。こちらはビクター SX500 スピリットです。発売は1990年。当時の値段は9万4000円でした。バブル期に発売されたモデルなので物量が投入されています。マグネットに高価なアルニコが使われていました。今回はこのスピーカーを測定してSX500 の音を明らかにします。このモデルの主なスペックは次の通りです。20センチウーファーを搭載した密閉型です。振動板はドイツクルトミューラー社製でした。能率は90デシベルあります。クロスオーバー周波数はかなり高めです。20センチ口径の場合はこの半分くらいでつながないと指向性に不連続ができる場合があります。この問題は測定で明らかにしていきます。前回はこのスピーカーを分解して作りを観察しました。今回はこのスピーカーを測定して SX500 の音を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは正面の周波数特性です。全体的に滑らかで目立つ凹凸がありません。クルトミューラーのコーンは分割振動が起こりにくい優れた素材のようです。人間が感じる周波数特性のカーブはこんな形です。広域のレベルが落ちていますね。低域は 100Hz あたりからだら下がりに落ちています。この特性から想像できる SX500 の音色は広域を抑えた聞きやすい音です。低音はあまり出ていませんからソースによって物足りなさを感じるかもしれません。こちらはウーファーとツイーターそれぞれの周波数特性です。クロスオーバー周波数はカタログスペック通り 3kHz です。指向性を見ていきます。クロスオーバー付近に谷があります。これは指向性の不連続が原因です。指向性の不連続というのはウーファーとツイーターの指向性がきれいにつながらない現象です。原因はクロスオーバーが高すぎることです。これは音を悪くする要因ですが、それほどひどくありません。この谷を除けば右端まで変化が少なくて良好な特性です。こちらはシステムのインピダンス特性です。F0 が 72Hz。ここまで低音が出ないのは Q が低すぎるからです。Q がもう少し高ければ F0 近くまでフラットに再生できたでしょう。歪みを見ていきます。ウーファーの歪みが大きいですね。1W ですでに 1% に近い数字です。ウーファーの歪みはサスペンションや磁気回路に関係していて、アルニコだから音がいいとは限らないことに注意してください。こちらは音量を上げた結果です。十分低歪みできれいに再生できるのは 2W くらいです。もともと能率が90デシベルありますから 2W でもそこそこの音量です。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は原音です。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は空気録音です。ビクターの SX500 はどんな音だったか、それではお聞きください。
ピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。広域を抑えた柔らかく聞きやすい音です。これが長年愛されてきた SX500 の音でしょう。広域がドロップしていますから、人によって解像感や音像定義が今一つに感じるかもしれません。ウーファーは20センチありますが、低音があまり出ません。ソースによっては物足りなさを感じるかもしれません。この問題はイコライザーである程度補正できます。高音を少し持ち上げれば、シャキッとした解像度の高い音が聞けるでしょう。低音の方は歪みの多い 100Hz 以下を切ってサブウーファーにつなげれば、大音量で高音質なサウンドを楽しめるでしょう。完璧な特性のスピーカーはほとんどありません。測定データをもとにイコライジングで補正したり、サブウーファーを追加すれば、同じスピーカーとは思えないくらい音質を改善できるでしょう。ご視聴ありがとうございました。